春を迎えたばかりですけども、皆さん考えてみましたらね、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックまであと10ヶ月なんです。その舞台を目指すどさんこアスリートに密着しました。で、今回の主役はこの方なんですが、もう宙返りしながら、ね、ジャンプするんですけど、金子さんが今いますけど、金子さんの頭上です。見てください。この高さでジャンプしながら技を決めるという、最大およそ7メートルも飛ぶというこのモーグルなんですね。もう人間離れした競技で世界一を夢見る、若者の姿に密着しました。抜群のバランスでコブを避けながらおよそ時速40キロのスピードで滑り降りる。勢いそのまま飛び上がり、ダイナミックに1回転。来年開催されるミラノオリンピックでメダルが期待されるのがフリースタイルスキーのモーグル競技です。最終的な目標はやっぱりオリンピックで金メダルを取るってことは、今世界から注目を浴びる若きどさんこ選手が希望に向かって走る、その姿を追いました。目標は遥か遠く、まだ見えないかもしれない。でもいつの日か必ず。明治プレゼンツ飛べホープ。そもそもモーグルとはコブのある斜面をスピードに乗って滑り、空中で技を披露する競技。爽快感やスリルが魅力のモーグルで、まさに今世界に羽ばたこうとするのは川岡志麻さん。札幌出身22歳のどさんこ選手です。このパンケスキー場にFIS の規定をクリアしたコースがあるので、世界各地探してもほとんどない環境なので、そんな中で練習できてるっていうのはやっぱり北海道恵まれているのかなと思います。北海道からオリンピック出場を目指す中で川岡選手が得意とするのはデュアルモーグルという種目。デュアルモーグルは審判によって採点が行われ、争う要素は3つ。1つ目はターン、まっすぐバランスよくコブの間を滑れているか。2つ目の要素はエア、ジャンプ台から空中で決める技の難易度、そして着地を含めた完成度が求められます。そして最後は滑り終わるまでのスピード、これも重要な要素の一つです。そして気になるデュアルとは、青と赤2つに分かれたコースで選手が同時に滑り降り勝ち負けを競うというもの。このデュアルモーグルが来年開催されるミラノ大会で新種目として採用されたんです。川岡選手は今年このデュアルモーグルの大学年代の大会で世界一に。トップ選手の集まるワールドカップにも出場する世界レベルのスキーヤーです。中でも川岡選手の強みは、スピードに関してはやっぱり自分の中では世界でもトップレベルだと思っているので、このままこの自分の強みを生かした滑りを続けていきたいなと思っています。そしてその川岡選手の滑りを世界のトップ選手たちも認めています。1人目は前回の北京大会で金メダルを獲得したウォルバーグ選手。そしてピョンチャン大会の金メダルを含む3大会連続でメダルを獲得、生きる伝説キングスベリー選手。モーグル界のレジェンドたちの目に川岡選手はどう映っているのでしょうか。I love it. I like his style, and he's getting better, and he's getting more consistent into his skiing. So I think the best is yet to come for Shima. It's 110%. He's a fast guy. Always puts a smile on my face when he's skiing. 自分の強みはやっぱりスピードを出して、コースを滑っていけるところで、
他の選手に比べて安定してスピードを出して一番上から下まで通してこれるっていうのが本当に強みだと思います。相手との戦いっていう意味ではやっぱデュアルモーグルの方がやって楽しい部分はありますね。3月中旬、まだ雪の残る江別の大学に訪れた旅立ちの日。ありがとうございます。大学院に進学が決まっている川岡選手も苦楽を共にした仲間たちと別れの時を迎えました。川岡島。はい、川岡君、はい、おめでとうございます。大学生、そしてアスリートとして歩んできた4年間。思い出深い場所に選んだのは校内にあるトレーニングルームでした。よく行った場所ですか？はい、ここで大学生活結構トレーニングもしましたし、実験とか実習とかもいろいろやってきました。やっぱりこの手前のそっち側のラックで、下半身のトレーニング、上半身のトレーニングっていうのは結構やったかな。実はどさんこワイドと川岡選手は4年前この場所で出会っていました。当時から20歳以下の世界大会で優勝するなど頭角を現していた川岡選手。あの時は緊張してて何て言ったかちょっと覚えてはないんですけど、その時取材していただいたことは本当に覚えてます。あっという間というか、この4年間を過ごせたことで競技者としても一人の人間としてもすごい成長できたかなっていうのはすごい感じてます。迎えた今シーズン最後の試合、全日本スキー選手権。この日はデュアルモーグルの全国大会が札幌で開催されました。勝敗はコブをうまく滑るターン、ジャンプの技を見るエア、滑り終わるスピードを7人の審査員で判定します。川岡選手はこの大会で優勝しないと来シーズンワールドカップ参加資格が得られず、オリンピックへの道も閉ざされる厳しい状況。まさに日本一をかけた大事な試合当日、スタッフに送られてきたのはこんな意気込み。画面左、順調に勝ち進んできた川岡選手。準決勝で当たる相手は過去日本2位になったこともある強豪です。最初のエアを決め、得意のスピードで先行する川岡選手ですが、相手に途中で追い抜かれ、焦りからかバランスを崩してしまう展開に。それでも最後のエアではしっかりと着地を決め、ほぼ同着でゴール。果たしてその結果は。レッドコース菅野修吾選手の対戦でした。18対17、川岡島選手が勝ち上がり決勝進出ということになりました。そして菅野選手は1点差でギリギリの勝利、初の決勝へと駒を進めます。そして迎えた決勝戦。負けられない戦いへの緊張からか、体を細かく動かし深呼吸する川岡選手。日本一まであと1つです。決勝戦、勝負をかけてまずは川岡選手が前に出ます。ですがここで相手選手も負けじとスピードを上げ、お互いにプレッシャーをかけます。前に出られた川岡選手ですが、エアをより高く丁寧に決めゴール。あとは採点の結果を待つだけです。ブルー19、レッド16、川岡島選手勝ちました。ビブナンバー37、川岡選手僅差で見事優勝。日本一の称号を手にするとともに、目標である
オリンピックへの道もつなぎました。男子は本当に接戦という場面が非常にたくさん見られました。ずっと狙ってたトロフィーですし順位だったので、そこを取れたっていうのは本当に嬉しいです。ここをしっかり通過点にできるっていうか、最後ワールドカップオリンピックで結果を出せるように頑張っていきたいと思います。川岡志麻が抱くホープ、希望とは。モーグル競技まだまだ人口だったりとか知名度低いんですけどもうここから来年のオリンピックだったりとかその後の自分の活躍でもっともっと皆さんに知ってもらえたらいいな、直接生に見に行きたいよって言ってくれる人が、もっともっと増えてくれるような環境にしていきたいなっていう希望はあります。横にいる選手のことも当然気になるんでね、これ本当にメンタルのスポーツでもあるんだなというふうに思いますけど、僅差で勝ったっていうこのしびれる展開っていうのも強みになっていくんじゃないですか追いね。詰められたところで勝ち切るっていう強さを持っているわけですけれども、オリンピックに出場するためには日本人の枠というのは最大で4つということで、その1人になるために今川岡さん頑張っているところなんですけれども、もう来シーズンの活躍次第ではもちろんオリンピックを狙える位置にいますので、これからもどさんこ選手としてね、ぜひ活躍していただきたいなと思いますね。本当に夢を大きく見てるなっていうのは、そのご自身の成績だけじゃなくてモーグルって競技全体の人気を高めたいってやっぱこの志がもう本当に脱帽しますね。いいですね。応援してます。頑張ってください。